皆さんお元気ですか？関野義治です。グレジアーニをもう一度、今回で11回目です。前回はアタカマ高地を抜けて世界で一番乾燥しているボリビア南部を自転車で移動しました。そこから北上して、ボリビア中部でめったに見れない皆既日食を子どもたちと一緒に見ました。今回はかつて世界第一の銀採掘として栄えた町を訪ねます。そこにはアフリカから奴隷として連れてこられた悲しい歴史がありました。一体どんな旅になるんでしょうか。一緒に見ていきましょう。今回はウユニ塩湖からスタートです。塩湖というだけあって辺り一面塩ですね。ここでは今乾季ですけども、乾季の時は、辺り一面塩になって、雨季になるとこれが、水が張るんですね。で走りやすいように思うけども、実際自転車で走ってみると結構凸凹があって走りにくいんですよね。ケツが痛い、全然ベタベタしないですね。塩ね。苦くないな。普通の塩と同じ。ここでは塩の切り出しをして現金収入を得ている人たちがいます。彼らは基本的に遊牧民リャマアルパカを飼ってます。で現金収入を得るために塩の切り出しをしているんですね。これは昔からインカ時代あるいはその前からやってる仕事ですけども、昔はいい仕事だったんですけども、今は24個買って100円ですからね、なり手は少なくなってます。これは彼らの休憩所なんですけども、雨の降らないんで屋根はないですね。そして塩湖のそばの町にやってきました。最初はどうなるかとずっと歩くんじゃないかとやっぱり砂に参ったな。いや漕ぐのはくたびれないけど押すのがくたびれない腹筋に力入るから腹減ってしまうこうやって人力で旅するとね、文明のありがたみが身に染みますね。それは言えるねただそのありがたみ分かるの帰ってすぐ1週間ぐらいでさ、1週間ぐらいだったらなんかまた退屈になって旅に出たくなるんだよねこの不便さとかさ、汚さとかさ、寒さとかさ、臭さとかさそういうのが懐かしくなるんだよね。どういうわけか。この町から120キロ北上したところにこの平原があるんですけども、実はここ湖だったんですよ。ここの人たちは魚を取ってたんですね。でなぜここに水がなくなったかというと、やっぱり温暖化とか気候異常で、そして雨が降らないで、ここは浅かったので、日が当たると蒸発してしまうんですね。4年前ここに訪れた時はこのように水を満々叩いた湖だったんですね。フラミンゴがいます。10万羽いたと言われています。今ではフラミンゴも1羽もいなくなってしまいました。この男性は、3年前までは魚を取って暮らしていた漁師さんなんですね。この時彼は井戸を掘ってたんですよ。水を掘ってみても、量は少ないし、なおかつこれ塩分を相当含んでるんですね。でこういう湖が干上がるっていう現象は世界中で起こってるんですね。さらに北上して、着いたのがラパス。
ボリビアの実質的な首都です。ここは富士山より高いんですね。110万人が暮らしていると言われています。南米の中でも先住民が多い都市でもあります。銀細工ですね。ボリビアといえば銀ですね。ボリビアの歴史は本当に銀で始まりました。そして、ポトシという、かつて世界第一の銀採掘の町に行きました。ここでは、雑貨店に生活用品とかタバコを売るようにダイナマイトを売ってます。このダイナマイトは、鉱山を爆破するために買ってるんですね。誰でも買えるんですね、許可なしに。そして、みんなトラックに、乗せられて鉱山に向かいます。これが鉱山ですけども、入る前に99度のエチルアルコールを、飲みます。気付けですね。さらにコカの葉を噛むんですね。これでアルコールともに神経を麻痺させてしまいます。それないとやってられないっていう感じですね。というのは、甲府が1万2000人いるんですけども、年間100人以上が事故死してるんですね。これが先ほど手に入れたダイナマイトですね。揉みほぐして導火線を入れる。そしてあらかじめ掘っていた穴の中にそれを突っ込むんですね。Ya, vamos saliendo. Come on, follow me. Ya, vamos. Ya, vamos saliendo. Vamos. Hacia. Pare. Está bien ahí, está bien. Tranquilo. Puedes filmar. Todo esto, ¿no ve? Esto es lo que ha botado. そして銀の鉱石が取れました。これは、ティオ、ここは、この鉱山は大地の神パチャママさえ力及ばないんですね。でこのティオが彼らの信仰の対象になっています。こうやって銀の採掘が行われているんです。歴史をたどると1549年銀がここで発見されました。その採掘に使われたのがアフリカから連れてこられた黒人奴隷だったんです。今この鉱山には黒人の姿がないんですね。その理由はアフリカから来た奴隷の多くが高度に順化できなかったんですね。そのために多くが死んでいったんですが、生き残った奴隷は、標高2000メートルの農場に農場奴隷としてこの地域に売られていきました。この地域の唯一の収入はボリビア政府に許可されたコカの生産なんですね。このコカはコカインではないんですね。大量のコカの葉っぱを生成してほんの少しになったのがコカインなんですけども、アメリカ政府のコカイン撲滅運動のためにいろいろ噂が立って窮地に立たされています。Ay, como no es de llorar, no es de sentir. Ay, como no es de llorar, no es de sentir. La coca no es cocaína, para que la vean con desprecio. La coca no es cocaína, para que la vean con desprecio. Ay, como no es de llorar, no es de sentir. La coca no es cocaína. さらにこれはアンデスの黒人音楽ですけども、文化的にはアンデスの原住民と同じような文化を持っているんですけども、彼らはアフリカから連れてこられた奴隷の子孫なんですが、ここにはもう一つの悲しいグレジアニがあるんですね。心に響く音楽でしたね。悲しい歴史を持ってるわけです。黒人、それも奴隷として連れてこられた。でもそれで同化してるんですね、アンデスの先住民と。
文化的に。だけど音楽になると人が変わるんですね。完全にアフリカ人になってもうリズムがすごいですね。聞き入ってしまいましたよ。全く特別なものですね。それでもうインカ時代から、あるいは多分それ以前から彼らは王様、それから貴族含めてコカの葉っぱを噛むんですよ。ほんでいろんな儀式にも絶対使うんです。占いにも使うし。とにかくコカっていうのは一番大切な植物って思った方がいい。ほんで逆にスペイン人が入ってきて逆に利用されたんですね。というのはコカって噛んでると、たくさん噛むんですよ。そうすると空腹感、疲労感が麻痺するんですよ。そうするといくらでも働かせられるじゃないですか。そういうことにも使われてきたんだけど、今でもなんかコカインの源流として我々は見てしまうけども、もう本当に大昔から使われてきたのがコカの葉っぱで、なくてはならないものなんです。彼らそれをボリビア政府に許可を持ってあそこで栽培してるわけですね。で彼らはコカインとしてアメリカへ行ってないコカなんですよ。じゃあちゃんと許可もらった時に条件ですからね。でそれを市場に出してるわけですね。まさにそうなんですね。奴隷として連れてこられて、でポトシの銀山に標高4500のところに連れて行かれたわけですけども、どうやか黒人って弱いんですよ。標高高いところに。だから身体能力すごいんですよ、アフリカ人って。オリンピック出ても陸上にしてもバスケットにしてもフットボールにしてもすごいじゃないですか。でも優秀なクライマーっていないんですよ、一人も。8000メートルのクライマーってごく珍しいと思うんですね。で多分高度に弱いんですよ。でそこで亡くなった人も多いわけですね。高山病とか、それもこき使われたわけですから。でもうこいつら役に立たないよってこの標高2000メートルのところに降ろされたわけですね。その時も要するに農場主っぽいって奴隷として売られたわけですね。でその時に分散するわけですけども、できるだけ同じ国とか同じ地域とか集めた人間は一緒にさせないんですよ。そうすると言葉わかるから談合して謀反を起こしたり騒ぎ立てることがあるので、みんなどこの出身か分かんないようにしちゃった。そういう悲しい歴史もあるんですね。グエジャーニ、普通言われてるアフリカ発北回りで南米へ来るっていうルートも結局移民なわけですね。多分戻ってないんで。でもそんなに悲しくはない。自分の意思でやってる。でも意思でやってるけど、でも弱いものが突き出されてると思ってるけどね。で彼は彼なりに黒人のグレジャーニを別ルート、海を通って大西洋を通って来てる。いかがでしたか。今日はここまでです。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録に、登録してください。またこのグレジャーニ、もう一度、気に入っていただけたらぜひ拡散して多くの人に見ていただけたら幸いです。ではさようなら。